出たんでした。これをどうするんでしたっ前回ですよ。続きということで。前回続き、バックから。け？ちょっと一回負けた。なんかゆきおさんがほら疑問に思ってるものさっき先生に聞いてそう、総合とかの試合見てて、柔術家同士なんか分からへんけど、こう後ろ取ってこう倒れた状況ってなったら、俺やったらもうこれでいけやと思うのに、なんか前の人がちょっとこうやったり諦めたりしてるから、毎回何してんねん、決めろや。決めろやって毎回思ってたんですよ。じゃあ決めてくださいよ。あら僕を。先生がもう後ろばっかりやった状態で、僕はもう好きなとこからバック。どっからでもいいんで。ゆきおさんどうですかこれ？ここの道場背負ってるんですよね。看板取りした？どうしようやめる。これ剥がして帰りますよ。どうぞどうぞ。バックって充実でもめちゃくちゃ有利なポジションだ。 4点ですからね、これ一応。このポジションだけ。ゆきおさん4点。あ、もう4点なんですよ。これでここら辺でそこからいいやだってそれ落ちますよ。いっす。本気でやってよ。でも逆にタップしちゃダメですよ。怖いやめてやそんなの俺殺されるやん。だって今言ったじゃないですか。後ろ取ったらなんで決めないんだって思うじゃないですか。一回やってくださいよ。今日ルミネの出番もあるんや。関係ない、もうやりましょう。ちょっと待ってください。俺はタップしちゃダメなんですか？絶対だって圧倒的に有利じゃないですか。いいからやってくださいよ。初めて泣いてって俺殺される。いや俺殺される。絶対勝てると思う。絶対勝てるわけじゃない。だから別にどっからでもいいです。でもバック確かに有利です。めちゃくちゃ有利。そのセンスはめちゃくちゃいいです。からやりましょうよ。おい、ちょっと待ってほんまに切れる人。心配になってる。大丈夫だよ、ゆきおさん。ゆうさんの思うポジションを取ってね。バックっつっても足絶対決めれるように。足も含めて。もうそこから？いいっす。これはやめたらいい？いや、いいよ。本気で力使って。じゃあ、いきますよ。はい。よーい、始め。嘘。何性格悪いわ。何が思ったんですか？何が今閉めてたんでしょ？閉めてたよね。あ、そっけない。足首をね。足首を決めたんですね。こういうのもあるんですね。いや、すげえ。こっちで来ると思ったらただただ足。そう。だから柔術でやっちゃいけないのがあって。痛い。こうなってたじゃないですか。こういういいとこ取ったじゃないですか。これダメなんですよ。あ、そうなんだ。ゆきおさんやってた。ゆきおさんやってた。これみんな最初白帯の時やっちゃうんですよ。いやだって良さそうじゃないですか。良さそう。何やったかってカムさんも全然やれると思うんですよね。上にこうやって上から足かませるんですよ。それはもうありなんですよね。全然あり。これ白帯からでも試合でありなんで、よくこれ決まります。危ないですね。だからバック取った時には絶対こう。これダメ。これもう自分でじゃあロック。そう、自分で固めちゃってるからこのまま決まれちゃうんですよ。これよくある展開です。よくある展開をまんまゆきおさんまんまやってくれた。いやなんかその三角の時ってやっぱこれ大事やからやっぱこう固めるっていうのは一番柔術で何でも大切なんかなと思ったんですけど、だったらもうほんと三角。まあちょっと俺こっちね、でかいけど。こういう感じでこれだったら組んだりとか。キープ強かったりしますよね。三角ロック。一個一個やっぱ手順があるんですよ。こういう。なるほどね。もう俺やりたくない。いやじゃあそれなしそれ含めてじゃあもう一回今度それ教わったからちょっとたまに絶対もっと不良やもん。絶対不良でしょ。優等生でしたって。目がさたまにやる。カメラ見てない時に心配なしゃしゃりやがってよっていう。こうでしょ。だったらもうもう結構っすよそれ。ここからいく？大丈夫ですか？いいっすか？いいっすか？よーい、始め。本気で使って。本気で。力使ってなんでな。ごめんなさい。ありがとう。ごめんなさい。
だきましたありがとうごめんなさい、ありありがとうそうな酒ない。ごめんなさい、ありがとう。さすがにと思ったのよ。いや、確かに。それグッて軽くある程度力入れたけど、そうだけどもっとやってって俺が多分本気でやってないって分かるからもっとやってって言うから本気でやったろって思ったんだけど負けたからスレッと負けた。今日やるのは腕十字です。ありがとうございます。体の使い方でもう全然変わるんで腕十字やりましょう。腕十字お願いします。腕十字すいませんいきなり変なところで嬉しい。おかげでちょっと奥深さを。そうそういや、マジすごいすごいすごい。すげえわこの人達人だ完全な達人ですよ、本当に。さっきの三角のね三角前回の流れで来ました、はいでやっぱり三角も分かってくると結構頸動脈隠したりとか、うまく逃がしてくる人がいるんですよ。あこういう感じでへでこうすると単純にもう三角が決められないんでこうなったら締めはもう諦めて腕に移行していきます。でこうなったらまた一緒なんですけどここから一回また足を持っていってエビして角度つけます。でこの肘を横にこうやってずらしていったら腕を流した時と同じようにお尻を高く上げてください。こうブリッジするような動き。そうすると神戸さんの腕もこういう感じで上がったの分かります。このままだと高さが出ないんでブリッジすると高さが出るんですよ。でそしたら親指が天井に向くように両サイドからこういう感じで挟んでください、はい、でこのままさらに上にブリッジしながら手を引くと腕十字が決まる。三角十字っていうんですよね。三角と十字が両方決まるようにそれで決まる。すげえ。一回来てください。でもう途中まではもう全く一緒 OK なんで、四角作った腕流すで三角の組み割りがちょっと浅くて、なかなか決まらない、ってなったらもう一回ちょっと角度をつけていってこの状態からお尻上げます。ほら、そうすると腕上がるじゃないですか。俺まだこれはいけます。全然いけるじゃないですか。いけるじゃないですか。そしたら親指が必ず天井を向くように両サイドからこうやって挟んでください。バチッと。でこれができたらお尻をまた上に上げながら。ダメあれ以上いったらもう落ちる？落ちない。腕決めてます。腕が折れるの。腕をはいいきますよ。耐えてくださいね。痛いじゃ止まんないから。ロックしましたと。でこう来て三角決まんないなと、なっていったら、ちょっと挟みながら一回お尻上げます。ほら、結構上がるんですね、ここで。出たら親指が必ず天井を向くようにこうひねっていく。でこの時もまたちょっと足を閉じながらお尻を上げて決めていく。今腕痛かったですね。はい。腕関節きます。そう十字です。三角からのそう。すげえ。やっていってください。はい、力。そう、いいっすね。で三角決める流れはさっきと一緒なんで、腕流して腕をこっちに流して。そうです。でもう一回足を持って、そうでエビしていって、そう。腰の方がいいですね。そう。腰か。こうで。そう。だいぶいいっすね。ほぼ。これで決まりほぼ決まりそうだ。で腕をそう持っていって、そうで一回ブリッジしていって、そうおいすげえうまいな。うまいな。関節を分かってる。さすがですね。早っ。多分立ち関節はやってますもん。はい。セッションのこと関節の決め方でも足ではやらないんで、そこあーが全然違うところ。うまい。柔術のその良さって何なんですかね。本当に誰でもいつからでもできる。運動経験なく始めて50歳から始めて黒帯取るような人もいるし、で5歳から始めるキッズとかがもうどんどん強くなって、いじめられてた子が柔術でやり返したいからって言って始めて日本チャンピオンになったりとかもあるし、いろんなその動機で始めて本当に誰でもいつからでも強くなるみたいな柔術の良さなんですよ。なんかレスリングとか柔道をじゃあ50歳になってから始めるとか、
ちょっと難しいじゃないですか。難しいですね。でも柔術は5歳刻みで試合も組まれるんですよ、オリンピックと、だから何歳からでも日本チャンピオンにもなれるし、何歳から始めても強くなれるので、それが面白さ。このワンチチャンネル見てる人で、ちょっと柔術習ってみたいなと思ったら、もう近くの道場でいいんですか？そう、どこでもいい、どこでもいいです。本当に全国に今道場いっぱいあるんで、どこに行っていただいても大丈夫なんで。その別に50歳とか僕みたいな40代が行ったって、おいおじさん来たとは全然ならないです。むしろおじさんウェルカムなんで。ああ、そうなんですね。そうです。おじさんがやるスポーツはどっちかというと、45のおじさんとかが23歳ぐらいの尖った若者を簡単に決めますから。柔術ってやってない。かっこいいね。かっこいい。それで女性でもいいですし、別に主婦の方でも全然主婦の方いっぱいいます。たくさんいます。たくさんいます。先生どうです？なんかその柔術っていうのをやったことはなかったの？なかったです。ちょっとマジでハマりそう。北川先生強いから。で、そうだよね。なんか本当に俺もやっぱその総合格闘技とかで見る中でクレベルとか柔術って三角すげえっていうのをやったけど、こんだけ奥深くて、そうね。その技の利合がすごいやっぱとんでもない数なんやね。ライジンとか見てて柔術技決める選手とかが凄さがもっと分かる。これでもやればその格闘技の見方もまたね、面白くなるよね。そのグラウンド行くとさ、立てよみたいな感じになるけどさ、その中の攻防がまた見れると面白いですよね。それで怪我とかも少なそうや、もちろんタップとかがあって女性でもその怪我なくできる。そうそう、怪我本当少ないです。怪我本当少ないんです。ちょっと本当に勉強になりました。柔術の魅力をめちゃくちゃよ。めちゃくちゃよ。めっちゃ嬉しいです。本当に。ありがとうございました。今回いろいろ教えていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。